そしたら裏はいっぱいあるから、ハサミでバリバリと買っちゃうんだけど、はい。本来は柄を取ってからね、はい。それで何本も出るんだけど、はい。ここ1本2本3本今出てるね。はい。そうするとこれはまっすぐ上へ立っちゃうから、枝ではまっすぐ上へ立っちゃ好ましくないから、これは取る。上へ立ってるのは通る、ね。そうすると横にこう張ってくんでしょ。はい。そうしたらほらここの葉を2つ残して本当はこうやって切ってテールをするのが一番オーソドックスなやり方なんだけど、はい。そうするとこれだけずつ大きくなっていっちゃう。ね。そうしたらそれじゃあんまり大きくしたくない時はここでこう止める。さらに大きくしたくない時にはもっとこう自分で好きな。なるほど。はい。そういうふうにしてテールをするわけ。それが基本です。はい。あとはその応用ですね。だから今ちょっと時期が早いからつぼみで取ってるけど、普通は花が終わった花柄を取るわけね。で、はい、花柄はここで取ってもここでそこで、はい。この花びらだけ取るとこれ実がついちゃう。ああ、はい。だからこういう状態でこの状態で、ここね、はい、これをくっつけた方がいいんですね。じゃないと花びらだけ取ると、こういう状態でこういう実がついちゃうかあら。わかりますか？はい。あ、さつきって実がつくんですね。そうよ。何色の実がつくんですか？種類によって目の色が違うんだ。へえ。で一応花柄を取るとこういう状態になるわけね。はい。こういうふうに一つずつこう葉っぱをこうやるのもこれが基本なんだけど、あんまりもう形になって形を崩したくない、枝をあんまり伸ばしたくない場合にはもうそれに従ってこういうふうに、もう大雑把に切っていっちゃうんです僕ね。は風があるから。あ、そうですよね。今葉を切ってる。形を整えてる段階だね。はい。もう今の時期に丸裸ぐらいにしちゃう方がいいんですか？今の時期はなくて花が終わった段階で終わったらね。ですね。だから今はまだ花が終わる前でほらその YouTube を出さなきゃいけないからやってるんで、花が終わった時点でこういう作業をしてもらうわけね。はい。で例えばこう見てここがこう長いでしょ。はい。そしたらほら次のこうと短くなっちゃう、ね。そういうふうにしてテールをするわけね。なるほど。こうすることによって小さい葉になっていくんですね。葉は小さくてよりもこれからまた新しい新芽が出るんだよ。でその芽の一番先端につぼみがつくわけ。はい。だからこれから今度こういうふうに剪定をして、この後は新芽の先端を虫に食べられちゃうとつぼみがつかない。わかる？はい。こういうふうに切ると、はい新しい芽がこれから出てくるわけ。はい。それの一番先端につぼみがつくんだよってこと。だから結構追い込んだ方がいいんですね、枝。追い込むっていうよりも形を整えていかないと。だから今こういう段階でどう？形いいですね。形になってくるでしょ。はい。だからもっと少ない場合にはもっと丁寧にやるんだけど、
もうほとんどの人お客さんの場合に花を見て形になってるのを買ってるから、はい。まずやんないよりやった方が手入れをねやった方がいいかなということで、本当はもっと丁寧にやんのよ。でも数ありますからね、お兄さんのところは。これを見て本当針金を使わなくても樹形がこの剪定バサミでハサミ作りでそうだね、綺麗にやっぱり出来上がりますね。ハサミでできるんだね。針金かけたら針金外さなきゃなんないから。今こういう段階なんだけど、はい。これが全部長いでしょ、ほら長いですね。ね。上がってますしね。そしたらこれをほら根元から。こういうふうに整えていくわけ。はい。木の全体を見ながらどのぐらいの長さにしたらいいかなっていうんで、こういうの経験ですよね。それからあんまりこの枝を厚くしちゃうとはい。ここへ花が咲くでしょ。はい。そうすると今度場所によっては上の枝の下で見えない。はい。それからさつきはなるべく幹をこう曲げて、はい枝が方々に振った方が花が方々に見える。だからあんまり枝は重なり合わない。重なってくると花があ上の見えない。枝の下で見えない。あ、だからこの枝の間もある上げてある程度はわけね。間があるようにしてあるんですね。それで曲げるとはい枝が方々に振って重ならないわ。そういうことを考えて、だからさつきはさつきの形がある剪わけ。定方法があるんですね。さつき独特の樹形があるわけ。だからさつきはあんまり直感っていうのはないんだよ。確かにそうですね。枝が重なっちゃうか同じですら。ね。で本当は手入れは上の枝からやった方がいいのね。あ、上の枝から。うんはい。そうするとほら落っこったのが次に手入れするときに取れるから。それ下からやっちゃうと今度この手入れした上ほらああ、来そうですたやつが落ちちゃうね。でしょ。ちょっとオールだったに。一応全部やったの見てある人もいいんでしょ。あ、YouTube ですか？うんあ、YouTube はでもこれ完成するまで時間かかりますもんね。なんの3分の1じゃない。うん。絵を剪定したら根はやらなくてもん水が吐くとかそういったのはないんですか？本当はテールと一緒に2、3年に1回植え替えてもいいんだけどね。はい。じゃあ少しあれですか、上根だけの根をこの剪定終わったら切った方が水が吐くこととかはない？草取ったりはい苔取ったりするんだけど、はい。あこにあるのが一応仕上がってる。ああ、すごい素
素敵になりますね。だからあれあれが完成なんですね。カヌーは足さなきゃいけないんだ。あ、全部さつきの場合は鹿沼土オンリーですか？いや、鹿沼土に山苔を混ぜるのが本来。山苔を混ぜるんですか？はい。へえ、じゃあ本当に水分がキープされるものなんですね。なんで山苔を混ぜるかというと、はいほとんどの人は知らないんだけど、はい。鹿沼土ベタっていっちゃうでしょ。くっついちゃうでしょ。あ、そうですね。はい。でこうさつきってのは根が細いからくっついちゃうと根が出ていかない。それで。それで山苔を入れるっていうのは、はい。山苔は水を含むと膨らむわはい。けね。だから鹿沼土が硬くならない。水水やった時に山苔が膨らむわけね。で乾いてくるとこう空気が入る。で根が活動する。なるほど。面白いですね。さつきの本当独特ですね。だから根っこが太いかはい。細いかによって用土も違うし管理も違うしいろんな面で違ってくるわけ。そうほとんどの人はみんな一緒にやってるわけ。そうですよね。さつきの小さいサイズも同じような土の配合でいいんですか？だからさつきの場合にはあんまり赤玉土で作るのは少ないわけね。はい。根が細いから。その代わり山土なんかは赤玉に砂を多めに入れて作る場合がほとんどだね。それほとんどの人はツツジもさつきも同じ姿勢で作っちゃうんだけど、そうすると具悪くなっちゃうね。この剪定し終わった後に1週間ぐらい経ってから肥料を乗せる。肥料は新芽が出てからがいいね。じゃあまだ乗せない方がいいんですね。だってこれ見れば分かるけど葉っぱ自体は半分以下になっちゃうんじゃない？そうですね。そこへ肥料をバッてやったら許されちゃうじゃん。ね。だからさつきは手よりもさっき言ったその自分の種類のさつきの地色は何であるかをまず勉強してね。はい。それから手入れをするように。それじゃないと地色が分かんないで一色下がないやつは構わないけどいくつも色が出るやつは勉強してやんないとちょっとまずいね。さっき言ったように上に赤いの持ってきちゃうと白い地なのに上に赤いの持ってきちゃうともうその先赤き咲かないから、そうすると例えばこれいいだろうって人に見せた時な、なんだって頭赤じゃないかって、もうちょっと勉強した方がいいんじゃないかってこうなっちゃう。でさつきの場合には頭に赤いのが咲いちゃうと、もう値段が何分の1になっちゃう。そんなに差ができちゃうんですね、金額の。だってそれ赤いの取っちゃえば形が崩れちゃうじゃん。で業者間では赤点つって頭に赤が咲いたのはもうあんまり売り買いが立ち行かないんだよね。そうすると時期ではない時に花が咲いた時の写真を見せて売るわけだ。そうするとさっきのやり方ですね。他のやつを載せて写真撮れば分かんないわけ。じゃあ購入する時は本当に花が開花した時の時期に行っての方がいいんですね。それからあとは
信頼のおける店で買うことはね。その中にはねこういう話もあって、どう2人ともさつきはただ枝を切るだけだと思ってたでしょ。そうですね。でさつきは弟さんのところで本当取り扱ってなかったので勉強はしてなかったのですごく今回勉強になります。だけどさつきはやっぱりまあ人それぞれだけど時期にはいい花が咲くんだからはい。何鉢か場所があればね持つと楽しみだね。確かにだから月刊誌のさつきの本がさつきだけしか載ってないじゃないですか、その一冊だけで成り立つのが分かりますね。ほらこれすごくよく開くの分かるでしょ。ありがとうどうですか、ありがとうございます。ほらこれ見てみな。はい、白だね。これは白？どっちは赤？あ、これあ、赤だ。こうです。なんかお兄さんのところに海外のお客さんがいらっしゃったっていうなんか行きましたっていうコメントがあったんですよ。はい。ね黙ってきて黙って帰っちゃう人が結構いるんだよ。あ、海外の方ですか？あ、海外の人はね、アメリカから来てね。アメリカ。あ、アメリカの方だったんですね。なんかお兄さんのところに伺いましたっていう風な。アメリカから来てね。はい。俺に T シャツをくれたんだよ。へえ。だから俺も盆栽を3つやとやったんだけど、何の T シャツだったんですか？なんか書いてあったな。だけど冬着て T シャツもらってね着れねえもんな。じゃあこれからですね。日本語は結構喋れたんですか？いや喋れねえ全然俺も喋れねえしでしょうがないから、これでやるのあんじゃない。それで世界からお兄さんの、ね、園に来てくれる方がそれでできたら真っ平らに行くんじゃなくて、はい、いくらかこんもり両端を下げるような感じね。真ん中高くして両端を下げるようにした方がこう見た感じ形よく見えるから。かまぼこの一番上の部分みたいな感じですか？で花が咲くまでにはこれから2回目するわけ。2回剪定1回目はこれから芽が出てつぼみをつけるわけね。で2回目は花が咲く前に新しい芽が出るから、だからそこをちゃんと計算入れて枝を切っておく。だから今ちょうど切っても枝が出た時にはどうかなってことを考えてもらわないと。はい。あと頭とここか。それ以外海外の方とかいらっしゃることとかってありました？その人だけだな。
昨日元でも来たけど見せてくださいってそれだけで黙って帰っちゃう人もいるし、だから例えばさ、ちょっと YouTube 見てきたんだけどとかよ、なんか言ってくれりゃいいのによ。じゃあ YouTube の効果はかなりある感じですね。でも見に来る人も多いよ。で、これ見てなんかわかんない歌ったら言って。はい。座ってじゃできないんだ。あとでもいいよな、いいからな、気過ぎちゃってもまた芽が出るんだからよ。あ、そうですよね。お兄さん本当植木屋さんね長らくやってだから、もう今は本当もう植木はやめて盆栽だけで、だって水やりがあるもん。外へは行けないよ。はい、これで大体形になったかな。そうですね、素晴らしいです。さっぱりしてますね。なりました。はい。本当樹形も本当自然美ですごくいいですね。さっきの丸みたいな感じですか。大木見るとわかんでしょ。上の方はただこんもりしてるだけじゃん。で、よく針がかけると上までかけてこうやって分かれさせちゃうけど、本来自然の木ってのはそんなに分かれてないんだよ。上はこんもりしてんだよ。なるほだから木型を勉強するなら自然の木に教わった方がいいんだよ。でこれはそういうふうになってないけど、3分の1は付け根よりも枝先端が付け根よりも下に行ってた方が形がよく見える。で真ん中は横に張って上3分の1は斜め上に行くと形がよく見える。で今こうやって苔外してるけど、木を作る人はなるべく苔を生やさない。土の水具合が分かんないからってことですか？水の乾き具合とか、それから土が温まんないと根が張んないんだよ。なるほど、それもあるんですね。だけど眺める人はね、苔があった方が見てくれがいいから、だからそれはその人のあれだから、俺は作るよりも眺めるのがいいっていう人は苔生やしといた方がいいし。さつきも結構粘りが大事なところがあるんですね。粘りが結構いいですもんね。何の盆栽でもそうなんだよ。粘りっていうのは早く言えばうちでいう基礎だから。で根がこう張ってる方が大木に見えるんだよ。だってこっから急にこうあったらどう大木に見えないでしょ。これがあるから大木に見えるわけ。このさつきは粘りっていうのはすごい大事なんだよ。そうですね、すごい粘りが綺麗に。だからほとんどの人はそんなの気にしないで上の形だけで買うんだけど、粘りっていうのは後からじゃできないんだ。それから前の動画の時話したけど、植え替えのたんびに粘りをよくするようにしないと。
苔を取ってる。苔取ってるのと、あと水やって、はい。ここに水が溜まるようになった方が、もう水があんまり抜けが良くないから、あここ周りに水が溜まるようにね。常時さつきの場合は溜まっていても根腐れとかは起きないんですか？起きるよ。あだからまあ例えば上から一個一個やればこんなことやんねえでいいんだけど、あ、はい。上からまとめてやる場合にはほらそのまで間水がすごい溜まった方がいいから、それで3年目なんですよね。こういうふうにほら、ああ、細かい根ですね。でも高校にまだ鹿沼月が見えるからはい。まだ大丈だいたい植え替えは3年か4年おきぐらいですか？そうですね。はい。夫。まあ鉢の大きさとか種類とかまあいろいろあるんだけど、はい。一応水をやってスーッと抜けないようだったらば、もう一応でもなんていうかな、水をやってはい。2回ぐらいこうたっぷりやって下から出るようになればまだやらなくても大丈夫だね。はい。このさつきは樹齢どれぐらいですかね？樹齢はい。50年ぐらい経ってんじゃん。ああ、すごいですね。本当さ長い歴史を感じさせますね。だから